お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、ヒトラー総統率いるナチスドイツの国防軍が、パンター戦車をベースに開発を行い、対戦車の戦闘能力の高さで連合軍を震え上がらせた、駆逐戦車ヤークトパンターについて解説をする。手法が迫力あるな、そして強そうだ。ヤークトパンターは、ドイツ国防軍が高射砲を地上目標に使用する威力を見出した結果、続々と装甲戦闘車両に高射砲を転用する過程で生まれた名車両だ。なお、ドイツ国防軍の1号戦車から始まる、2号戦車、3号戦車、4号戦車、ポルシェティガー、さらにはヘッツァー駆逐戦車から4号突撃砲など、ドイツ国防軍の機甲戦闘車両シリーズの再生リストは、概要欄に URL を貼っておくので、ご興味のある方は良ければご覧ください。さて、ヤークトパンターの解説をするにあたっては、先ほども言及した高射砲の転用に関する話をしていく必要がある。高射砲って空中の目標に対して地上から攻撃する兵器でしょ。なんで地上目標に使うの？高射砲を地上の目標に使用して戦果を上げた有名な例は、ドイツ国防軍のロンメル将軍だろう。後年は砂漠の狐とも称された将軍だが、ロンメルはドイツ国防軍とフランス軍が激突した、ドイツ側から言うと西方電撃戦において、高射砲を地上の目標に使用するという手段に打って出たんだ。なんで？理由は、ドイツ国防軍の戦車では歯が立たない装甲が施された連合軍の戦車、イギリス製のマチルダ2歩兵戦車という戦車にある。この分厚い装甲が施された歩兵戦車の対応にドイツ国防軍が苦慮する中、ロンメルは高射砲である8.8センチ砲を当該戦車に向けて砲撃し、見事に装甲を貫徹させたという戦歴がある。臨機応変すぎて周りにはついていけない将校もいたかもしれないね。この威力には、被害を受けたイギリスどころか攻撃をしたドイツ側も驚いたらしく、高射砲の転用という戦略にドイツ国防軍は注力していった。どんな戦闘車両に転用されたの？ドイツ国防軍が高射砲を転用した戦闘車両は複数存在するが、具体例を一つ挙げると、連合軍の重装甲戦車を撃破するために開発された対戦車自走砲である、ナースホルンに搭載された、8.8センチ PAK43-1 がある。この自走砲用に改造された火砲は、元は高射砲をベースにした対戦車砲を有用して開発がなされた8.8センチ PAK43-41 だ。こういった高射砲をベースにした火砲を備える戦闘車両が続々と開発される状況で、ドイツ国防軍御用達の軍需企業、クルップ社が同様の系列で自走砲の開発に着手する。そうするとクルップ社がヤークトパンターを開発したの？微妙にそうではない。すなわち、この段階でクルップ社が開発に着手した自走砲は、プランが変遷を重ねており、歩兵支援を目的とした、密閉式の戦闘室を備えた自走砲など、複数のプランが討議にかけられた。クルップ社はやっとのことでドイツ国防軍から試作車両の受注を獲得するが、当該受注に際しても細かい要望がドイツ国防軍から発出され、挙句の果てに、クルップ社のプランには大幅な変更が強制されることになる。毎度のことながら受注側の苦労が忍ばれるな。大幅な変更とはどんな点についての変更だったの？利用する車体についてだ。具体的には、新戦闘車両を開発するにあたり、利用する車体を、パンター戦車の車体にせよとドイツ国防軍は指示した。このパンター戦車の車体が利用されるという指示により、本動画の主役であるヤークトパンターが形となって生成してくる。パンター戦車の車体を利用するっていうのはドイツ国防軍の担当者とかが決めたの？いや、もっと上の人物だ。ヒトラー総統が軍需大臣と協議し、最終決定した。ナチスドイツの当時の権力構造からすると、クルップ社としては文句が言いにくいな。しかも、開発の主体がクルップ社からダイムラーベンツ社に変更になるという事態も生じた。なぜ急に開発主体が変更になったの？一説には、開発計画が紆余曲折を経てしまい、クルップ社としては別の戦闘車両の開発に注力したいからということで、設計作業の納期を遵守できるのか微妙になってきたからというのが理由らしい。クルップ社は完全に撤退したの？いや、それまでの技術的蓄積があるので、ダイムラーベンツ社に対し技術提携して協力を継続した。ドイツ国防軍、ダイムラーベンツ社、
クルップ社の綿密な検討により試作車の仕様がまとめられたが、今度はパンター戦車の生産計画に混乱が生じたことで、ダイムラーベンツ社が開発陣から外れることとなった。開発企業の変遷が多いが、ヤークとパンターの生産は結局どこが行ったの？ダイムラーベンツ社から開発を引き継いだ MIAG 社が生産を担当したが、1社のみの生産能力ではドイツ国防軍の要求に応えられず、これに加えて、連合軍の空爆による生産能力の前減も重なってしまい、パンター戦車の生産を担当していた企業など、複数の企業で生産を担当する体制が整えられた。戦時中でしかも連合軍の攻勢が激しくなっている状況だから軍需企業もてんやわんやだったんだと思うが、結果としてヤークとパンターはどんな戦闘車両になったの？まず、ヤークとパンターの下方装備について話をしていこう。ヤークとパンターの下方である 8.8 センチ PAK43 は、ドイツ国防軍の誇る強化力の対戦車砲だ。同砲は、ドイツ国防軍が第二次世界大戦前から開発、使用をし、対空戦闘だけでなく地上目標に対する戦闘にも盛んに使用された 8.8 センチ FLAK37 に代わる下砲だ。先ほど言及したナースホルンの下砲等とは、若干付属品等が異なるので、名称に区別をつける場合もあるらしいけどね。砲弾に使用される装薬が連合軍の対戦車砲の数倍クラスという特徴からもわかる通り、その強大な火力は連合軍を震え上がらせた。同砲の長い砲身には2種類が製造されている。すなわち、比較的重量のある1ピース型の砲身と、軽量な2ピース型の砲身だ。1ピースと2ピースで何が違うの？これはね、主に砲身の生産性の観点から優劣が解説される。1ピース型というのは、砲身を一体構造の下で製造をする型なんだが、一体構造で製造をすると生産性が良くなかったのに対し、2ピース型、つまり砲身を2分割構造で製造したら、生産性において優れていたんだ。兵器に限らずその他の製造物も含め、一体型と2分割型とで、2分割型が生産性に優れるという事例は他にもあるのかな？アップ主にはわからないので、詳しいご視聴者様がいらっしゃいましたらコメント欄でぜひ教えてください。ヤークとパンターの下砲の話を続けるが、主砲である 8.8 センチ PAK43 は鉄鋼弾、対戦車榴弾等で砲撃することが可能であり、その発射速度は毎分6発から8発だったという。なお、この長い砲身ゆえに、走行時に対処を要する問題がヤークとパンターには存在した。どんな問題が存在したの？ヤークとパンターが走行する際、この手法を固定しないまま走行すると、砲身が大きく動揺することで機体に故障が生じる危険があったんだ。なので、走行時には砲尾に固定フックを使用して故障を防いでいた。また、付随的な武装として、弾数600発の MG34 機関銃、車内には MP40 を2挺備えていた。MP40 って何？ MP40 は、ドイツ国防軍の開発した短機関銃で、鋼板のプレス加工等を通じて生産コストが抑制された。ドイツ国防軍で第二次世界大戦中に広く使用された火器だ。また、ヤークとパンターには、肉薄してくる歩兵等に対応するため、榴弾を発射する近接防御も備えられていた。次に、ヤークとパンターの車体構造について話をしていこう。先ほども言及した通り、ヤークとパンターの車体にはパンター戦車の車体が利用されており、特にパンター戦車の有していた優れた被弾軽視の傾斜構造はほぼそのまま踏襲されている。このチャンネルでは十数回にわたって聞いている質問なので飽きている人もいるかもしれないが、初めて当チャンネルをご覧いただくご視聴者さんのために聞いておくが、被弾軽視って何？被弾軽視というのは、装甲を直角ではなく傾斜させることで、敵からの砲弾の運動エネルギーを反らして長弾させることで、装甲の防御力を高める構造だ。ヤークとパンターは、厚い装甲と被弾軽視で防護する戦闘室を備えていた。前面装甲については車体を利用したパンター戦車よりも増強が施され、連合軍によっても真正面からヤークとパンターの装甲を貫徹することは困難だったので、撃破を狙うには側面を砲撃するなど工夫が必要だった。内部には、指揮を執る社長、砲手、装填担当、運転担当、無線担当の合計5名が登場していた。なお、車載機関銃の操作については当初、
社長が担当していたが、後年は装填担当が兼務で行う形になったそうだ。ヤークとパンターって砲塔がないけど左右から敵が来たらどうやって撃つの？これは砲塔を持たない駆逐戦車や突撃砲特有の問題かもしれないが、結論としては車体全体を旋回して照準を合わせるほかない。この運動が必要になることや、重装甲ゆえのノーズヘビーにより、走行装置に与える負担が大きいという問題もあったが、諸々の強化改修が施されていく過程で、最終原則装置の改良がなされていこう。こういった問題は解決に向かっていった。次に、ヤークとパンターの戦歴について話をしていこう。ヤークとパンターの生産が開始した時期は、すでにドイツの戦況が非常に悪く、戦闘車両の不足から、生産が軌道に乗る前にヤークとパンターの部隊編成がなされる状態だった。ヤークとパンターは重戦車駆逐大隊に配属となり、東部戦線からドイツ本国に帰任していた同大隊に配備され、西部戦線に投入された。西部戦線では活躍できたのかね。残念ながら、ノルマンディー上陸作戦あたりまでは、生産数を整えて大編隊を戦場に投入するという贅沢な方法を取ることはできず、逐次生産、逐次投入を繰り返した結果、初期不良等も続発して、満足な戦果を上げることはできなかった。しかしながら、ノルマンディー上陸作戦が連合軍に敢行され、いよいよドイツの敗勢が差し迫る状況の中、重戦車駆逐大隊には、対空戦車であるイルベルイント等で構成される対空戦闘部隊も配備され、ヤークとパンターも低速数を満たす車両が配備されるに至り、ようやく連合軍と互角に戦闘できる体制が整った。以降の戦闘では連合軍の戦車を50両以上破壊するなど、一定の戦果は上げたが、時はすでに遅く、ドイツの戦局を巻き返すまでには至らなかった。さて、以上の通り、ヤークとパンターの解説をしてきたが、戦車や航空機を中心にした本チャンネルの機構情報5チャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍やドイツ国防軍の軍人、作戦、教育などの解説チャンネルである、秋田号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方は機構情報号のチャンネル登録だけでなく、秋田号もご覧ください。画像の動画は、ドイツ軍の機構部隊を育て上げ、第二次世界大戦では機構部隊を率いて欧州大陸に派を唱えた、戦車将軍グデイリアン将軍について、その絶頂期に焦点を当てて解説をした動画です。上司との度重なる衝突、ひいてはヒトラー総統との確執を経て、一旦は司令官解任に追い込まれながらも、機構戦術にかかる才覚から装甲兵総監として再起するグデイリアン将軍の山あり谷ありの反省です。機構戦術に才覚があるだけに、機構兵科に詳しくない元帥や大将クラスとの闘争が凄まじい将軍だな。第二次世界大戦での活躍ぶりが評価される一方で、戦略論では西方電撃戦直後に北アフリカ攻略を主張するなど、その突飛な構想に批判もある。気予報編に富む猛将だね。ここまで見てくれた人、ありがとう。機構情報号と秋田号のチャンネル登録をよろしくお願いします。